レーザーで破壊できています。プリミティアプレイヤーエールです。今回はレーザー銃を作ってみようと思います。以前にも作りましたが、さらに仕組みを工夫して安全に撃てるようにしたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは設計図機能を使って大きなレーザー砲台から小さなレーザー砲台を作ることで薄いレーザー砲ができないか試してみましたが無理でした。ちなみに誘導レーザー砲は別扱いなので材料にすることができません。でもせっかくなので遠くの重い物質から棒を伸ばしてオブジェクト描画距離を利用したものを重ねるテクニックで手でまともに持てない重さになるまで誘導レーザー砲台を重ねてみました。誘導レーザーを乱射する非常に危険な物体ですがクリエイティブモードなのでノーダメージです。金の板で反射することはできますが反射したレーザーは直線の軌道を描きます。これだと誘導レーザーである意味はないので軽くて小さい小型のレーザー砲台を使った方が良さそうです。こちらが以前作ったレーザー銃ですが常にレーザーを撒き散らしているのと内側で激しくレーザーが反射しているせいで動かすときに固まってしまいます。反射装置として32個重ねた小型レーザー砲台を使っていますがせっかくなので倍の64個重ねたものに改良しましょう。すごい量のレーザーが撒き散らされています。このレーザーを銀の板で反射させていると反射して砲台に当たったレーザーの熱で燃えてしまいました。この状態で鉄を解除すると弾け飛びました。散らばったレーザー砲台からたくさんのレーザーが飛んでくるので回避できそうにないですね。ここでレーザー砲台が勝手に燃えないように銀の板で囲みましょう。2センチほどガラスで隙間を開けて囲むことで反射してきたレーザーをさらに反射してレーザー砲台本体に当たらなくなります。こちらの斜め下にちょうどいい角度の銀の板を取り付けることで前にレーザーが飛ぶようにします。こちらにレーザーで凍れず燃えない石の板を取り付けて横と後ろにはレーザーが飛ばないようにしました。よし、これなら以前のレーザー砲のように内側で反射しまくらないので普通に動かせますね。あとは前から出ているレーザーを好きなタイミングで止めたり出したりできるようにしていきます。モーターの軸の位置をベアリングのバネで緩く固定したものに石の板をつけることで電気を流すと石の蓋が開くようにしました。いい感じに動いてますね。おっと、勢い余って壊れてしまいました。開きすぎないようにゴムの塊で押さえてみましょう。よし、これで電気を流している間だけ石の蓋が開いてレーザーが撃てるようになりました。仕組みはこれで良さそうなので撃ちやすいようにトリガースイッチと配線をつけて銃っぽくしていきます。よし、これでレーザーを引いている間石の蓋が開いてレーザーを発射できます。でも困ったことに付け外しした時などのベアリングの機嫌によってトリガー引きっぱなしなのにパカパカ動き続けてしまうことがあります。こうならないようにゴムの位置やバッテリーの数などを調整していきましょう。ついでに後ろに石の板を追加することで走った時に自分にレーザーが当たるのを防ぎました。それからも何度も調整を繰り返してようやく安定して動作するようになりました。早速性能を試すために近くの木を狙ってみましょう。
目の高さに持ち上げながらトリガーを引くと石の蓋がパカッと開いてレーザーをばらまいてくれます。移動しながら木の葉っぱにレーザーを当てていくとレーザーで破壊できています。壊れて枯れ草になった後もレーザーを当て続けることで燃えながらバラバラになっています。これでレーザー銃の完成ですね。片手で持てる重さなので二丁拳銃にすることも可能ですがレーザーの発射角度が変わるせいで使いづらいです。一丁で十分ですね。それではいつものように巨大な木から狙っていきましょう。やはりノーダメージですね。防御力の高い敵には効きません。それでもドローンを狙ってレーザーを当て続けることでレーザー砲台部分を燃やすことができました。でも普通に殴った方が早いです。それでは次はこちらの雑魚キャラの大群を狙ってレーザー銃で攻撃してみます。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。こういう防御力の低い敵にはしっかりレーザーがダメージを与えて破壊しながら燃やしています。弾数も無限なのでいくらでも撃てますが蓋を開けておくバッテリーがなくなると蓋が閉じて撃てなくなるので注意です。よし、すべての雑魚キャラを破壊できました。ちなみに私の視点だとこんな感じです。おっと、悪くバッテリーが壊れました。こういうこともあります。気を取り直して雑魚キャラを狙っていきましょう。とりあえず照準器はついていますがレーザーの発射方法はランダム性があって散らばるのでおおよその目安にしかなりません。それでも大量のレーザーを発射するので順調に雑魚キャラを破壊していって一掃することができました。それでは最後はこちらの巨大スライムを狙ってレーザー銃で撃ってみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。やっぱり無理ですね。防御力が高すぎます。でも稀に接触扱いになるのかスライムが弾け飛ぶことがありました。そして大量に銀が含まれているのでレーザー銃を投げつければダメージを与えることができます。なかなか倒せそうにありませんが諦めずにレーザー銃を投げつけまくっていきましょう。そうするとやったー 66,499 ダメージ。巨大スライムを倒しました。投げつけたレーザー銃がうまくスライム側に弾かれて大ダメージを与えてくれたみたいです。それではこの勝利を祝してスライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので食べてしまいましょう。もちろん今回頑張ってくれたレーザー銃さんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったらチャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなどコメントもお待ちしていますね。それでは皆さん